皆さんこんにちは、レイです。今日は先日紹介したフィットビットエアーを自分の好きな時計に固定する方法というのを見つけましたので、その方法について今日はね、作り方、手順をね、解説していこうかなと思っております。最近ですね、僕はこのフィットビットを購入してから早速このアダプターというものをね、つけて、もう好きな時計の裏側にフィットビットをインストールして使っています。で、これでね、1週間ぐらい問題なく生活できているので、これは紹介できるぞということで動画にしているという経緯でございます。ここまでできると話が変わってくるぞという方はたくさんいるんじゃないかなと思いますので、今日はちょっとね、その手順について解説していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。フィットビットエアを購入してからというものを海外の YouTuber を中心にかなりね、いろんなフィットビットエアの動画を見漁りました。そんな中でこれはすごいぞというクリエイターの動画に出会ったんですね。それがこちらなんですけれども、自分がね、今使っているカシオの時計に 3D プリンターを使ってこのフィットビットエアーを固定できるアダプターを自作しましたというね、動画を上げている方がいるんですよ。なので、今回はですね、僕もこの方のモデルを使ってこの環境を実現することができました。しかも無料でした。概要欄にね、ぜひリンクを貼っているので、もし 3D プリンターを持ってるよっていう方はぜひね、使ってみてほしいのと、バンブーラボのストアの、いいねボタン、ぜひこのクリエイターさんにね、送っていただけるといいなと思ってます。で、僕今回ね、かなり、色の近い、バンドの色の近い、質感の、フィラメントというのを使ったので、かなりね、見た目分かりにくくできたんじゃないかなと思うので、これに使ったフィラメントとか、準備に必要な手順も紹介していきたいと思います。最初にやることなんですけども、まずね、自分が今使っている時計のこの幅ですね。幅が何センチなのかというのを測ります。この幅に応じてね、必要なサイズのモデルが変わるので、まず幅を知る必要があります。その次にですね、僕が今回使ったのはこちらのフィラメントでして、今回ね、サードパーティー製のフィラメント久々に使うんですけど、これなんていうものかな、シンモリーかな、シンモリーのこのペット G という素材のメタリックスペースグレイを購入して使ってみました。今回僕が持ってた時計がかなりね、暗めの、スペースグレーみたいな、色だったので、このフィラメントがね、合うんじゃないかなと思ったら、かなりね、ドンピシャで、似たような色に仕上げることができました。で、もし自分が持っている時計が例えば黒いバンドだったら黒いフィラメントを選ぶべきかなと思いますし、僕みたいにね、このシルバー目の時計を使ってるよっていう方は、このシンモリーのフィラメントはね、僕結構成功したのでおすすめなんじゃないかなと思います。次にね、メーカーワールドのこのモデルへのリンクをね、概要欄に貼っておくので、ぜひクリックしてほしいんですが、メーカーワールドのね、このサイトに来ると、このモデルのね、配布場所に来ることができます。で、この下にね、モデルについての説明とかが書いてあるんですけども、まさにね、ここにバンドの幅を先に測ってくださいというふうに書いてあります。で、このモデルを使うためには、このバンブースタジオで開くというふうに押しますね。はい。そうすると、使ってる、プリンターの注意事項が出るので、僕はね、A1 ミニを使っているので、A1 ミニに切り替えると、はい、このような感じのモデルが確認することができます。で、今回ね、僕は、デフォルトでこのセットされている PLA ではなく、このメタリックペット G というね、プロファイルをインストールしたので、これを使っていきます。細かくは解説しないですが、フィラメントはメーカーごとにプロファイルが配られているので、今回使っているシンモリーの使ったフィラメントの URL は概要欄に貼っていこうかなと思います。で、それを使っていくんですけども、特にね、設定とかは変えませんが、僕の場合は、このね、モデルの、この角度だと、ちょっとね、印刷中に吹っ飛んでしまうっていうことがあったので、角度をね、こんな感じで90度変えてあげると、印刷はうまくいくかなと思います。この状態で造形開始というふうに押せば、このモデルを印刷することができるわけですね。もしね、時計のサイズがデフォルトのだとサイズ合わないよという人は、この右上のカスタマイズというのを押して、自由にね、モデルをカスタマイズすることができるようになってます。こんな 3D シミュレーションの画面になりますと。で、左下のこのストラップウィドスというのを、例えばね、自分のストラップが 22mm だった場合、22に設定しますと。で、ジェネレートというふうに押すと、はい、モデルがね、今、広がりまして、こんな感じの 22mm 用のモデルにすることができます。で、ここでダウンロードというのを押して、自分の使っているプリンターを選びます。で、選んだら、このダウンロードというの風に進んで、STL というデータをダウンロードします。で、ダウンロードができたら、バンブースタジオ、スライサーソフトですね、を開いてもらって、左上のメニューから、ファイル、インポート、
STL をインポート。これを押します。で、ここで先ほどのデータを開いてもらうと、このようなね、画面になって、自分が作った 22mm 用のモデルを表示することができるかなと思います。そして出来上がったモデルがこんな感じなんですけれども、時計の裏側にセットして、それぞれをくっつけて、フィットビットエアをはめ込んで完成というわけなんですね。ということで、今回僕が作ったのはこんな感じの一見わからないんですけども、裏側をひっくり返すとフィットビットエアが固定されていますよというものがね、完成しました。どうですかね、このね、使ったメタリックペット G が、まあ結構質感が良くてですね、かなり同じような色を選ぶことが我ながらできたなというふうに思います。実際つけてみるとわかるんですけど、多分なんですけど、僕のこの手首に何かあるっていう気づく人はね、なんか、よほど注意深く僕の時計を気にしてる人じゃないとわからないかなぐらいの感じになったかなと思います。最後にね、このカシオにこのフィットビットをつけてみて生活してみた感想なんですけれども、かなりね、満足しています。一番いいのは、やっぱりね、右手にこのバンドすら巻かなくて良くなりました。これがね、素晴らしいことだなと思っていて、やっぱり左手にはシルバー目の時計をつけているのに、右手にはこうバンドがついているなっていうのを、服装的に違和感がある時はたまにあったんですよね。そういった時に、本当にこれは時計だけつけてるように見えるので、かつねデータも取れているので、かなり 3D プリンターを持っている人にはおすすめできることなんじゃないかなと思いました。そしてね、ガジェットに詳しい方であれば、あれこれどっかで見たことあるぞと思った方もいるかもしれません。こちら、ウェナシリーズですね。時計を普段つけている時計のままにバンドをスマートウォッチ化するっていう製品がね、世の中にはあるんですけども、これにね、かなり近いことができたんじゃないかなというふうに思っています。ウェナシリーズはね、今、確かクラファンを実施していて、価格がね、6万円以上する端末かなと思うんですけども、こっちはね、フィットビット1万7000円なので、3D プリンター代を考えるとちょっと高くなっちゃいますけど、もし 3D プリンターを持ってる方とか、友達に持ってる人がいればですね、このモデルを印刷してもらって、この普通の見た目で時計をフィットネストラッカー化するというのはかなりね、いけてるんじゃないかなと思いました。かなりね、気に入ったポイントとしては、もう一点。普段はこういう形で時計にフィットネストラッカー、このフィットビットエアをつけていて、で、例えばね、もっと激しい運動をするときは、この元々のついてきたこのバンドだけ持ち歩いて、で、ここからね、フィットビットエアを簡単に取り外して、すごく激しい運動をするときだけ、このバンドにね、切り替えるなんて使い方もできるんですね。かなりね、この汎用性が高いなというか、シーンごとにいろんな使い方ができる端末になったかなと思っていて、その点もかなり気に入っています。唯一注意点としては、付け心地の違和感が、ないとは言い切れないです。このね、やっぱりね、この裏側に、かなりデカめのトラッカーを仕込むので、つけていて、違和感がないといえば、嘘にはなりますね。なんかこう、僕はもう慣れてしまったんですけれども、もちろんこのフィットネストラッカーがない時よりは、ある方が違和感はあるかなという感じでした。なのでおすすめとしては、僕みたいにこういったこうかなりそのシルバーの時計なのではなくて、もっともっと細かいサイズ調整ができるバンドってあると思うんですね。そういうかなり細かめに調整できる、サイズを調整できるバンドの時計にこれをつけるのがいいんじゃないかなと思ったりしました。ということで今回はフィットビットエアーを使って僕の好きな時計をフィットネストラッカー化するというかなりマニアックな動画をまた作ってしまったんですけれども、ちょっと前回の動画の続編として楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています。このフィットビットエアーでまさかね、動画を複数作ると思ってなくて、絶賛僕このフィットビットエアーでまさに人生変わったなっていう感覚を今まさに実感してるところなんですね。フィットビットエアーで自分のデータを取ることによってもう本当に生活が変わっているし、食べるものも変わってるし、睡眠も変わっているし、趣味もなんか変わりそうな予感がするしっていうことで、ちょっとね、いいことずくめなので、ちょっと今後もかなりフィットビットを押すことが多くなるんじゃないかなと思います。よく言えばもう本当にこのフィットビットエアーのためのシルバーバンドとかね、フィットビットエアーが埋め込めるバンドとかが発売されてきてくれたら、今後ね、もっとこれ、付け心地良くなるかなと思ったので、製品を作る方、これ見てましたら、ここにたくさんの需要がありますんで、ぜひ作ってほしいなと思ったりします。
またそういう製品が出たらね、即レビューしたいなと思います。ということで今回は前回の続編として Fitbit Air の動画をお届けしました。こんな感じでチャンネルでは生産性に役立つガジェットやサービスを紹介しています。この動画が少しでも役に立ったなと思ってくださった方は高評価やチャンネル登録またの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。